2019年頃からですね、漫画や同人誌の通信サイトで、成人誌、成人向けのクレジットカード決済がですね、できなくなるということが、実は相次いでいます。で、扱っている成人誌はですね、適法なものだったということなんですが、クレジットカード代行会社がですね、成人向け商品の取り扱いを中止しないと、取引を停止するとの通告を受けて、通販サイト全体でカードの決済停止という事態を避けるため、やむを得ずしたかったというケースが広がっております。こういったことがですね、これ以降同様で、私のところにたくさん声が寄せられていますが、残念ながらですね、その問題に直面したほとんどの事業者はですね、カード決済停止という事態をですね、恐れて、なかなか実名での公表というのはしにくい状態も続いています。で、昨今ですね、クレジットカード会社による表現規制が続いているというふうにも考えられまして、適法なですね、創作物についても、規約等によってですね、取引を禁止したりとか、そのような創作物を取り扱っている事業者に対して、取り扱いをやめるとか、それとも契約を解除するとかを迫るケースが頻発しているんですが、まず政府はですね、そういった事態を把握されているかどうか、お答えいただけますでしょうか。クレジット会社から契約の締結を拒否されたり、あるいは解除をされるといったお問い合わせ、至ることは実際ございます。中身を一つずつ好き嫌いとか、いい悪いとかということで、事実上、検閲に近いものではないかと、こういうふうにも考えます。企業がですね、すべてを牛耳るのではないかというような問題、それから海外ブランドのクレジットカード会社なんかはいろんな規約を変更していけば、それによって日本の我々国民がいろんなものが取引できなくなるかもしれない。現金以外でも、先ほど財務省等からの答弁ありましたけれども、クレジットカード等だけで取引をしていいというふうに限ることができるのであれば、これはですね、我が国の主権が侵されると言っても過言ではないというふうに思っています。通勤通学中の皆様おはようございます。福田の世界時事ニュースのお時間です。さあ、本日はですね、とある同人サイトからの話題になります。今回ですね、こちらのサイトがクレジットカードの利用ができなくなってしまう、そういったお知らせというのを出したんですね。で、これについてはですね、以前から問題点というのが指摘されておりまして、クレジットカード会社による表現の自由の侵害ですね。今回もですね、これなんじゃないかというように言われているんですね。果たして一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、ようやくですね、オリンピック閉会式を迎えまして、ちょっとね、普段出している動画を出すタイミングがなくなってしまいまして、かなりね、変則的な形になっておりましたが、ようやくですね、昨日、すべてね、動画の公開が追いつきまして、今日からですね、通常運転ということになります。改めてね、よろしくお願いします。今回ですね、視聴者さんから情報提供というのをいただきまして、非常にですね、細かく、ソースというのもね、並べて、このようなことが起きています。ぜひ取り上げてくださいと。いうことでいただきました。その方ね、ちょっと名前出していいかわからないんで、改めてね、そちらで返信という形でお礼はさせていただきますが、ありがとうございます。最近ですね、こういった形で、ソースをね、ずらっと並べて、細かく整理してですね、これをぜひ扱ってくださいという形でね、情報提供いただく方多くて、本当ね、ありがとうございます。で、今回ですね、その方から、ぜひという形で言っていただきましたのが、こちら、虎の穴公式ですね。こちらがですね、同人誌を中心とした漫画関連商品を通信販売及び店舗販売する同人ショップと、これウィキペディアなんですが、このような同人ショップなんですね。で、こちらが今回ですね、このようなお知らせを出しました。お知らせ、当社通信販売におけるビザ、マスターカード利用停止について。そしてここですね。この度、当社通信販売のクレジットカード決済において、ビザ、マスターカードの利用が停止となります。その他の決済、JCB 等のクレジットカードブランドでの決済は、引き続きご利用いただけますので、引き続きご利用のほどをよろしくお願いいたします。ということで、こちらにあります。ビザとマスターカード。この利用がね、停止になってしまうということで、しかもね、これめちゃくちゃ急だったそうですね。こちら見てください。これね、8月9日掲載ですよ。そして、8月12日で全て終了すると、すごいでしょ。もう突然のね、停止のお知らせだったんですね。ということでこちらね、Yahoo ニュースにもオタク総研さんのね、記事掲載されておりまして、コミケ直前に界隈混乱、虎の穴がビザなどの取引停止へ、JCB 以外全滅、クレカ規制状況まとめ。同人ショップ虎の穴は21日、通信販売サービスで提携している決済機能において、ビザ、マスターカードのブランドでのクレジット取引を8月12日をもって終了すると発表。明日からコミックマーケット開催が控える中での発表に驚きの声が寄せられている。虎の穴をめぐっては、本年5月にグループ企業が運営するクリエイター支援プラットフォーム、ファンティアでも同様にビザ、マスターカードブランド対応の一時停止を実施しており、今回の件で中核サービスにも波及した。また、クレジットカード決済をめぐっては、直近数ヶ月より同様のクリエイター関連サービスが相次いで、複数ブランドの取引停止に陥る事態が発生しており、直近にも
通販関連では、ファンザ同人、DL サイトなどが、動画配信サービスはニコニコが影響している。そしてね、そのまとめがこちらにありますね。DL サイトは JCB、これ JCB のみ使えるということですね。ファンザ同人はビザが停止と、マスターカードは DMMK 全面不可、ニコニコは JCB のみ使えると。そしてね、その下にもありますが、いわゆる成人系ですよね。ビザマスターが取引停止ということで、こちらのね、虎の穴さんも、その文脈でね、停止となったんじゃないかなというのは推測できますよね。そしてね、この方ね、指摘されておりますが、ビザがどうとかいうより、これ、ポルノハブですか？ポンハブですか？日本語でどっちで呼ぶんでしょうか？じゃあちょっとここではポンハブにしますね。ポンハブに関するカリフォルニア州の決定が原因なんですよね。結局最後は、日本初の国際カードである JCB か PayPay などのローカル決済にしようって話っすね。ということで、これに関してはね、まさにこれで、こちら BBC ニュースジャパンですね。クレジット会社はポルノサイトから撤退を、権利団体など要請。BBC は活動家など10人による共同書簡を入手。書簡はポルノサイトについて、ちょっとね、ここから先読むの結構危険なんで、つまり、こういったものをね、面白いものとして見せて配信していると、そういった指摘ですね。そしてこの時にやり玉に上がっているのがポンハブだということで、マスターカードは BBC の取材に対し、書簡の訴えを調査していると回答。カード利用者による違法な活動が確認されれば、決済ネットワークへの接続を打ち切ると述べた。この書簡はマスターカードのほか、ビザやアメリカンエクスプレスなど10社に送られた。イギリス、アメリカ、インド、ウガンダ、オーストラリアなどの活動家が参加し、すごいですね。ポルノサイトでの決済を即時停止するよう求めている。そしてその2年後、このようになるんですね。こちらニューズウィーク日本版です。米ビザ、自動 P 収益化を支援する意図があった。米裁判所が認定。ちょっとね、このワードあんまり連呼するとね、まずいんで、P としますね。ビザ側は違法性を否定していたが、米国カリフォルニア州キューブ地区連邦地方裁判所はこの度、ビザはマインドギーク社が自動 P によって収益を得る手段を提供し続け、マインドギーク社が自動 P で利益を上げることを認識していたという紛れもない事実があり、これに基づき本裁判所は、ビザにはマインドギーク社による自動 P 収益化を支援する意図があったと容易に推定することができるとの判断を示した。ということでですね、今回の問題というのは、カード会社がね、積極的に、表現というのを検閲してるというよりは、そういったところにですね、クレジットカードの使用を許していると、裁判所に同罪とされてしまうという判例ができてしまったんですね。裁判所はまた、ビザ側が自動 P の収益化を支援する意図があったという原告側の主張が妥当な申し立てであると認めた。ビザが被告適格であると認められたことで、今後進行する裁判の当事者となる。米バラエティ紙によると、判断を受けてビザとマスターカードは、同サイト上の広告枠を販売する機能を停止。ポンハブは全世界のサイトアクセスランキングで10位以内に位置しており、1日あたり約35億回のアクセスを稼いでいる。そしてこうなるんですね。決済大手とアダルトサイトとの関係には一層厳しい目が向けられるようになった。訴訟リスクを回避したいカードブランド各社はコンテンツ販売業者との関係に慎重な姿勢を示すようになっている。ということでこちらはですね、リアルな方のね P になるわけですが、海外ではですね、これが2次元になってもダメなんですね。過去にはですね、そういった判例というのも実際にありまして、つまり2次元でそういったことを表現すると、それに影響された人がリアルでやってしまうと、そういった原理になっていまして、これがね、罪に問われてしまうケースが実際あるんですね。で、今回ですね、こちらのね、虎の穴さん、ビザとマスターのね、停止に追い込まれてしまいましたが、これですね、ポーンや同人系だけの話ではないんですね。それがね、こちらになりまして、マーシャル上院議員が、ここね、ウォークって言ってるんですね。目覚めたクレジット会社の CEO らが、米国民の憲法修正第2条の権利を侵害していると非難。ロジャー・マーシャル上院議員は、共和党の上院議員11人を率いて、ビザ、マスター、アメリカンエクスプレスの CEO に宛てた書簡で、銃の販売を一般商品の分類から外し、別のカテゴリーに置いたことを非難した。ということでね、こちらね、何を言っているかと言いますと、この銃の商品コードというのを変えることで、購入者たちの個人情報をトラッキングできるんですね。で、これ自体が問題というよりは、これがですね、今後の銃規制の第一歩になると、そういうことが懸念されているというわけなんですね。この決定は、急進的な反銃活動家によって称賛されており、法を守るアメリカ市民に対する裏口からの銃規制への第一歩です。クレジット会社は、アメリカの日常的な金融取引の大部分を支配しており、それにより日常の商品取引、ひいては全てのアメリカ人の生活そのものに対して莫大な影響力を持っています。その影響力を乱用し続けるのであれば、議会が介入せざるを得なくなるでしょう。ということで、このクレジット会社というのはですね、あまりにもね、その影響力が大きすぎるため、表現に対しての検閲や思想の推進ですね。この場合は銃規制になりますが、そういったものをクレジット会社の一存で
力技で推進できてしまうというわけなんですね。ですので、今回のね、こちらの虎の穴さんの騒動、これはですね、同人誌に対しての規制という問題もあるんですが、それ以上にですね、クレジット会社の抱えているこういった問題点、こういうのがね、大きいんじゃないかなという気はしますよね。ちなみにですね、今年の3月になるんですが、こちらね、水木 S さん、このようなポストをされています。DL 月中からクレジット会社の要請で作品タイトル、紹介文の表現規制が行われる旨のメールが届いた。犯罪を彷彿とさせる表現が並んでいる一方で、インモラル程度なのもいくつかあるし、結構でかい流行りのジャンル潰されてないかこれ。あと、コミットってなんで規制されてるんということでね、この内容ね、クリックしてあまりね、お見せできないんですが、暴行系のね、ワードだとか、洗脳とかね、親子で同行とか、そういったワードがね、ここずらっと並んでおりまして、明確にね、これらを使わないように、クレジット会社から要請されていると、いうことを言っているわけですね。はい、ということで本日はですね、同人ショップ、虎の穴が、突然、ビザ、マスターカードの停止を発表。これにより大変物議を醸しているという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。で、これですね、発表当時、一時ね、トレンド入りしていたそうですね。で、今回の件でね、やっぱり最も怖いのは、結局ね、ビザもマスターもアメックスも、すべてアメリカの企業なんですよ。だから、この番組の視聴者さん、重々ご承知かと思いますが、つまり、ああいったね、アメリカにいる活動家、そしてなんだかよくわからない裁判所の判例だとか、これらの会社に決済を握られていると、もろに影響を受けてしまうというわけなんですよ。だからほんとこの辺はね、今後キャッシュレス、さらにね、進んでいくとは思いますが、大きな課題なんじゃないかなと思いますよね。で、国内系だとやっぱりこっちですよね、JCB カード。この JCB といえばですね、非常にディズニーに強いということでも知られておりまして、トクタね、少し前からこれね、ちょっと契約したくって考えていたので、トクタ同人誌買わないんですけど、ちょっとね、後押しになったかなというような気がしますね。なんかね、これがいいなーなんて思ってるんですが、どうでしょうか。いやー、でもね、今ほら、見てください、これ。期間限定でね、ファンタジースプリングスありますからね、塔の上のラプンツェル。2025年6月30日までの限定ということで、ちょっとね、これもいいですよね。どうしますこれね、なんかスタンダードなこのね、ミッキーというのも捨てがたいし、このドナルドもいいんで